こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。来たいきなり来た。何が来た？まさか、リトラクタブルの GSA-XR ですか？それはそれで興味があるが、今回の新型バイクは GSA-XR1000R の特別仕様車だ。その名も、鈴木 GSA-XR1000R ファントムエディションだ。渋いカラーリング、吉村製のエキゾーストシステム。鈴木純正パーツがモリモリの、そそる一台に仕上がってるぜ。でも、海外モデルでしょ？いいな、ヨーロッパは。というわけで、今回は速報版ってことで、比較表と青子のバイクコーナーはキャンセルしてお届けするぜ。でも、なんでファントムを取り上げたの？ホンダファンでしょ？動画にしろと囁くのよ。俺のファントムが。いやそれゴーストだし、亡霊に囁かれたら死んじゃうし。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、ファントムエディションって。2、スペック考察。3、価格。です。じゃ、はじめ、か。1、GSX-R1000R ファントムって。今回もいきなりの発表でしたね。最近、なんか記念碑的なイベントってありましたっけ？でなければ、突然特別仕様車なんて出さないぜ。ひょっとして、知らないのか？うん。鈴木バイクは世界一なんだそう。それは認めます。が、何が世界一なの？鈴木は2020年度の EWC と、元 GP で総合優勝してるメーカーなんだぜ。あ、そういうことでしたか。バイクの世界選手権って、WSBK や元 GP とか色々あるから見落としてました。で、EWC ってのは耐久レースだ。イベントによって8時間、12時間以下、24時間以下とレース時間が変わる。長時間なレースほど、上位に与えられるポイントは増えていく。国内レースでは、鈴鹿8体が有名だな。2021年度は吉村 SERT モチュールというチームで、鈴木のファクトリーチームとして EWC へ参戦してる。で、参戦車種はもちろん GSA-XR1000R ってことですね。そうだ。だから吉村パーツが装備されてるのか。ちなみに、ホンダは TSR と組んで、FCCTSR ホンダとして参戦してる。バチバチですね。で、GSA-XR1000R といえば、鈴木の元 GP ワークスチームマシンの技術フィードバックを受けたマシンだし、全日本ロードレースでは加賀山兄貴の足として大活躍なバイクだ。足って。で、欧州では昔から、なんかの記念に〇〇エディションとか、〇〇仕様ってのが、ちょこちょこ販売されてる。例えば GSA-X 系だと、GSA-XR1000R のレジェンドエディションとか、仙台型 GSA-XS1000、GSA-XS1000FA のファントムエディション、とかな。何が違うの？いつもは特別カラーリングだけなんだけど、今回はそれに加えて吉村パーツ、純正オプションパーツが標準装備となってる。合わせ技できたな。ちなみに R1000K6 モデル2006年仕様のファントム仕様は、K7 販売前の在庫一掃のため、だったとも言われてる。ひょっとしたら、新型 GSXR 発表も近い、ってことですか？それも兼ねてる、と考えたいぜ。では、新型に期待しつつ、ファントムの特別装備の内容を教えてください。はい、喜んで。2、スペック考察。カラーリング&デザイン。カラーは一色だけだな。メタリックマットブラックナンバー2だ。ナンバー1は？ジクサーや S 線で使われてるな。ナンバー1って表記は見当たらないけどな。でもこれ、マットでメタリックっていう、難しいカラーですね。ざらつきがあって鈍い輝きはあるけど、デカールやインテーク塗装はメタリック感がある、って感じかな。鈍い輝き、まさしくファントムカラーですわね。あ、うまく説明できないから雰囲気で逃げたな。バレてましたか？デカールはモノトーンカラーだな。サイドカウルの鈴木の文字は、ボディに溶け込んで存在を消してる。そのおかげで、サイドカウルの白い GSXR ロゴがめっちゃ映えますね。カラーリングはよくわかりましたよ。次は装備を教えてください。特別装備。では、ファントムの特別装備を紹介するぜ。まず吉村製パーツについては、吉村マフラー、吉村ヒートガードが装備されてるぜ。ふむふむ。で、鈴木純正パーツは、シングルシートカウルに、ダブルバブル形状のスモークスクリーン、左右のレバーガード、タンクパッド、デュエルタンクトリムだ。贅沢な装備になってますね。ま、さっきも話した通り、見た目のデザインに違いは見られないけど、よく見たら、ちょっとかっこいいところを見つけたぜ。どこ？スクリーンの赤い GSXR マークだ。標準スクリーンにはついてないからな。赤色なら、グリップエンドにもワンポイントで差し色がありますね。この赤は、吉村カラーに合わせたってところかな。カーボンヒートガードにも、さりげなく吉村ロゴを飾っててかっこいい。小さいけど、きっと高いんでしょうね。税込み日本円で1780円だ。いいものは高い。ホイールは金ピカピカではなく、ブロンズっぽいおとなしめのゴールドだ。
ブラ、クトゴールドの組み合わせといえば、SV650X やハヤブサにもありましたね。そうだな。黒金カラーは鈴木のお気に入りの配色なのかもしれんな。エンジン。排気量は 1000cc、水冷4サイクル直列4気筒、DOHC4 バルブだ。最高出力は202馬力 13200rpm、最大トルクは 117.6 ニュートン 10800rpm だ。もちろん特別仕様ってことで、吉村製の R11 サイレンサーとカーボンヒートシールドが標準装備ですね。そのおかげで、エンジンの最大出力はスタンダードに比べて5馬力アップしてるぜ。さすが吉村、トライオーバルサイクロン。サイクロンといえば、初代仮面ライダーのサイクロン号のベース車は鈴木製なんだぜ。その話は今回はなしで。で、マフラー以外の変更はないけど、R10R のエンジンはすごいんだぜ。何がすごいの4つの技術を集合させ、全域で強力な加速性能を発生するブロードパワーシステムだ。何それ？要は、低中速域のパフォーマンスを損なうことなく、最高回転数を上昇させ、最高出力の向上を実現ってことだ。詳しくは、いつになく盛りだくさんの公式 HP をご覧ください。元 GP を戦うマシンだから、エンジン周りの技術には気合が入ってるぜ。フレーム、足回り。フレームはアルミ製のツインスパーフレームだ。フロントフォークは昭和 BFF、バランスフリーフロントフォーク。リアサスは昭和 BFRC ライト、バランスフリーリアクッションライト、だ。スタンダードと同じ構成ですね。だな。ブレーキキャリパーはブレンボ製でフロントは直径 320mm。リアは直径 220mm のステンレスフロントディスク採用だ。これもスタンダードと同じですね。ブレンボといえば、グランツーリスモ7ではパートナーシップを締結してだな。それもまた今度。使用装備。R1000R には、ハイパワーなエンジンを使い倒すための電子制御が満載だぜ。一気に行くぜ。モーショントラックブレーキ。IMU の情報に基づき、ブレーキ圧力を最適化するぜ。ドライブモードセレクター。A、B、C の3つのモードからエンジン出力の立ち上がり変化を選択できるぜ。モーショントラック TCS。トラクションコントロールの介入レベルを前段階から選択できるぜ。もちろん IMU と連動だ。ロー RPM アシスト。渋滞時の低速走行、U ターン時などエンジン回転が低い時に、発進時のエンジン回転の落ち込みを緩和してくれるぜ。ローンチコントロール。レーススタート時、理想的なエンジン回転数を保持し、スタートダッシュが決められるぜ。双方向クイックシフトシステム。シフト時のクラッチ操作から解放されるぜ。こんなとこだ。あれ？ファントム様の専用機能はないの？ないな。主要装備はスタンダードと共通だ。この見た目にこの装備、果たしておいくら万円なのでしょうか？それじゃ、最後はお値段チェックだぜ。3、価格。イギリス現地の販売推奨価格は、17,499ポンド。日本円換算では、265.9万円だ。ため息しか出ないです。あれ、差額は吉村のマフラー価格より安いですね。この装備でこの価格、バーゲンプライスだぜ。で、国内向け GSA、XR1000R は、215.6万円だ。この価格も、他メーカーのトップクラス SS と比べたら、一番リーズナブルだな。そうなの？ホンダの CBR1000RRR は 278.3 万円、ヤマハの R1 は 236.5 万円、川崎の ZX10R は 229.9 万円だからな。国内のハイクラス SS では、GSA、XR1000R の燃費が一番良いし、シート高も一番低いしな。やっぱり、鈴木は俺たち庶民の味方だぜ。何ですかその締め方。まとめ。鈴木は、レースイメージを使った特別仕様車の販売がうまいですね。そうだな。カラーリングだけじゃなく、パーツもためらいなく全部載せしてくるしな。自分からバイク選びに迷ってる時、ファントムエディションがラインナップされてたら、問答無用でお買い上げですね。だな。でもこれが海外向けってのが、とても残念だ。ちなみにグーバイクでも探しましたが、ファントムエディションは見つかりませんでした。ないものは仕方ないな。ま、同じパーツは国内でも揃えられるし、カラーリングも自前で用意すれば、やればできる。全国の鈴木ファンの皆様、ファントムレプリカ、期待してます。では、今回はこの辺で。それでは、See you!